はい、アメ車ワールドの公式 YouTube チャンネルです。本日はですね、新車紹介、新車市場、こちらコルベット初のハイブリッドモデルシボレーコルベットイーレ、こちらを紹介します。こちらのブルーメタリックのシボレーコルベットイーレ、6月1日に開催されたシボレーファンデーのお披露目の際にしっかり一応紹介はしてるんですが、今回ですね、運よく後方車両がお借りできたんで、市場をメインに紹介したいと思います。はい、まずはですね、車両の簡単な解説、最初にボディサイズから。ボディサイズ、全長は 4680mm。 この 4680mm というのは通常のクーペ、通常モデルに比べて5センチ長くなってます。でただですね、ホイールベースとかは同じですんで、主にですね、フロントのバンパースポイラーとかそういったデザインの違いによるところです。はい、次にですね、全幅は 2025mm、 2メーター超えてます。で通常モデルがですね 1940mm ですんで 8.5 センチワイドになってます。で全幅はですねかなり幅広いです。最後前高は 1225mm、 かなり低いです。でこの前高に関しては通常モデルと基本的には同じです。はい、次はタイヤ&ホイール。ホイールはですね、イーレ専用ホイールで、フロントが20インチ、リアが21インチ。タイヤはミシュランのパイロットスポーツ 4S で、サイズなんですが、フロントが275の 30ZR20。これはですね、通常モデルがフロント245の35の ZR19 ですんで、径だけではなくて幅もかなりワイドになってます。リアも同じくミシュランのパイロットスポーツ 4S で、サイズはですね345の 25ZR21。 通常モデルがリア305の 30ZR20 ですんで、リアはですね通常モデルよりも4センチで、このですねイーレ前後ともホイールタイヤのサイズは GO6 と基本同じです。ボディサイズからも分かる通り、このイーレ先行の GO6 5.5 リッターの DOHC フラットプレーンを搭載した GO6 と基本的にですね外観は同じです。先に全長、通常モデルよりも約5センチ長いというお話をしたんですが、このですねフロントのバンパースポイラーの形状が通常モデルとかなり違います。このグリルの開口部がえぐくですねデザインされてるんですが、この辺ですねなんかカナードみたいになってますし、リップ部分もかなり大型で、この辺ですねすごい大迫力。ワイドボディもなんですが、こういったフロントグリルだったりデザインを変えてくるのは、C6 の GO6 以降シボレーコルベットの特徴なんですが、このですねイーレもいかにも特別モデルという感じがしますね。この大迫力のフロントマスクももちろんかっこいいんですが、通常モデルとですねもう一番大きく違うのがこのリアフェンダーの盛り上がり。これですねかなりえぐいです。ドアの後端からリアフェンダーにかけて、この三角形フレッシュエアを取り込むためのエアダクトが大きく広がってるんですが、これですねドアを開けるとすごくよくわかるんですが、これサイドシル、C4 コルベットほどじゃないにしてもこの C8 もサイドシル広いんですが、このですねボディの端からさらにですねこんな感じで出てます。でこれだけの盛り上がり、
ドアの方を見てみても、このですね通常のドアに対してこれだけですね横に盛り上がってます。でこれ両サイドあるわけですから、それはですねボディワイドですよね。で運転している時に当然サイドミラーを合わせるんですが、このサイドミラーですね、ちょうどいい後ろを見ようとすると、このリアのフェンダー半分ぐらい入ってきます。でそれぐらいですねこのリアがですねワイドになってます。シボレー・コルベットがこの第8世代 C8 になって、ミッドシップに変わって車のレイアウトが大きく変わったわけですが、個人的にですねもう一番変わったのがこのボディ、特にこのリアのボリューム感で、これはですね C7 までの FR のコルベットにはなかったものですね。これはですねいい例に限ったことではないんですが、はい、次にエンジンは 6.2 リッター V8OHV の LT2 ユニット。このエンジンはですね通常モデルと基本的に同じ、最高出力も502馬力で変わりません。これはですね通常モデルがデビューした時のインプレッションでも少し話したんですが、やっぱりですねこの運転席助手席の後ろミッドシップ、この後ろにエンジンがマウントされているのは正直ですね未だにまだちょっと慣れないです。でただですねこの LT2 ユニット、これ今度試乗の時にも触れたいと思うんですが、すごいいいエンジンです。この E レー、この V8OHV6.2 リッターのこのエンジンはですねリア後輪を駆動させます。でこの E レーの最大の特徴はフロントにあります。通常モデルと同じようにこの E レーフロントにトランクを搭載してるんでちょっと分かりにくいし外からは見えないんですが、 E レーその名の通りハイブリッドモデルでフロントにモーターを搭載してます。この E レーのハイブリッドシステムの概要に関しては最初のお披露目の際に GM ジャパンの担当者の方が詳しく解説してくれてますんで、リンク先のそちらの動画をぜひご覧いただきたいんですが、このフロントに搭載したモーターはフロント前輪を駆動します。このシボレー・コルベット E レー、コルベット初のハイブリッドモデル、コルベット初の EAWD4WD モデルなんですが、この車両はですね4駆は4駆でもフロント前輪をモーターが駆動して後輪をエンジンが駆動するかなり変わった AWD オールホイールドライブシステムを採用しています。このコルベット E レーの、このパフォーマンスの部分に関しては試乗中に触れたいと思うんですが、こちらもですね助手席と運転席を隔てるこのセンタートンネルのところにリチウムイオンバッテリーを搭載しています。で 1.9kWh 結構な容量のリチウムイオンバッテリーを搭載しています。でこの辺はですね試乗中に触れたいと思います。でおまけというか補足で、これですねコルベット E レー通常モデルと同じくこちらフロント、さらにリアにもトランクを設置してあって、で結構ですね荷物積めるんですが、これですね今みたいな真夏すごい暑い時にこれトランクにですね荷物を置いとくと、あまりですね精密機械だったりとか熱に弱いものは置かない方がいいと思います。弊社ですね昨日撮影中ずっとパソコン入れてたらものすごい暑くなってちょっとビビりました。これ余談ですが、はい、それでは内装インテリアを見ていきます。内装はですね日本に正規輸入される E レーはアメリカでは最上級グレードというかフルトリム全部乗せのフルオプションみたいな車両ですんで、基本的に豪華で、シートはですねレザーシートでシートヒーターとかベンチレーションもついてますし、 GT2 シートって言ったかな、このバケットシートなんですがすごいサポート性もいいです。
インパネはですね、もう完全にドライバー優先、メーターパネルはもちろんセンターパネルも完全にドライバーの方を向いてますし、ドライバーを囲む形で計器類、スイッチ類が並んでる、戦闘機みたいなコックピットですね。内装、インテリアのデザインに関しては、通常モデルと基本的には同じなんで、この E 例に限ったことじゃないんですが、この C8 なんですが、一見フロントノーズが短いんですが、シートはかなり後ろにセットされてます。で、その影響もあってこのダッシュボードがすごく広いんですが、これがですねフロントウィンドウに映り込む時があって、これだけ個人的にはもうちょっとなんとかならんかったかなと、そんな感じですね。でただ、そういった重箱の隅をつつくような不満点はあるにしろ、デザインとかはですね本当にかっこいいと思います。 C8 外観もかっこいいんですが、内装もしっかりデザインされていると、そんな感じですね。はい、ちょっとですねエンジンをかけてみます。はい、メーターパネルはデジタル表示で、この C8 なんですが、この E 例、ここはですね基本的には通常モデルと大きくは違わないんですが、一番違うのがですねこのセンターの情報表示画面。このセンターのですね情報表示画面で、今ですねこの E 例の E ボタンを押したこの画面になってるんですが、これはですねこの E 例専用の画面です。で左が電気出力、右がエンジン出力、今トルクになってるんですが、これパワーにも変えられますし、さらにですねダイナモメーターだったりとかデータだったりとか、この辺いかにもハイブリッドモデルという感じですね。でこの辺に関しても試乗中に触れたいと思います。試乗中だとちょっと表示できないと思うんで、ちょっと一回やっとくんですが、今ですね一回エンジン切ります。でこの E 例ステルスモードとシャトルモードというモーター駆動、エンジンを使わずに、EV ですね、モーターだけで走るモードがあるんですが、これですね実はですねエンジン切った状態でないとセレクトできません。でエンジンを切った状態でこの画面でセレクトできるんですが、今ですねちょっとですねここステルスモードできないのはちょっと電気が足りないからで、電気足りない場合でもこのシャトルモードはセレクトできます。でただですねもうこのシャトルモードは基本徐行しかできないんで、一般行動ではちょっと使えないですね。でこの辺もですねちょっと後で触れてみたいと思います。はい、であとですね内装関連で触れておかないといけないのがこちら、センタートンネルの右側にあるこのボタン、見慣れないボタンなんですが、右はですねこのマークおなじみアイドリングストップの、オンオフのボタンで、この左のボタンなんですが、これですねチャージボタン、このボタンを押すと充電が早くできるようになります。でこれはですねあと試乗中にも触れてみたいと思います。よいしょ。はい、それではですね2024年モデルのシボレーコルベット E 例、試乗させていただきます。E 例なんですが、まずですね乗り込んだ時に走行モードを、セレクトできます。でこのステルスモードを、セレクトするにはこの停車したエンジンがかかってない状態でないとセレクトできません。でまずはですねセレクトも、ステルスモードでスタートします。でステルスモードにしといてから、オンにします。よいしょ。はい、じゃあ行きます。はい、モーターのみですんで、当然静かです。でただですねこれ
アクセルを踏み込んだりするとエンジンが始動します。すごい静かですね。ちょっとですね、草の丈が長くて車高が低いんでちょっと周りが見えないんですが、でまだですねステルスモードで、ステルスモード、このステルスモードとシャトルモードの時にはフロントのモーターだけで、走行します。でつまりこの状態では FF、 リア後ろのエンジンはかかってないんで、後輪は駆動してません。完全な FF 状態で、ステルスモードでも、時速72キロまで出ます。でこれはですね結構便利です。で 4.8 から 6.4 だったかな、5キロ前後しか走れないんですが、これあることによって深夜帰る時だったりとか早朝出かける時、近所迷惑にならなくて済みます。でただですね、このステルスモードなんですが、1回エンジンを切らないとこのステルスモードには、入れられないんで、その家に帰る前に1回どっかコンビニなり駐車場内に寄ってエンジン停止してステルスモードに変更する必要があります。これ走行中に切り替えができればすっごい便利なんですが、そこはしょうがないですね。でシャトルモードに関してはステルスモードと違って、もうシャトルモードに入れちゃうと、1回エンジン停止しないと他のモードには変えられません。でそんな感じなんですが、結構ですねまだずっとモーター駆動で、このモーター駆動の時にはですね本当に静かです。でですね、まずですね下道を軽く走っていろいろレポートしながら、最終的に高速に入るつもりなんですが、今ですねストレスモードなんですが、このマイクで撮れるかな、アクセルを踏むと今ブンとエンジンかかったと思うんですが、アクセル踏み込むとエンジンかかります。でエアコン今ガンガン効いてきたんですが、実はですねステルスモードの時にはエアコン使えません。でちょっとですね、ウィンドウを上げます。で今ですねモードはスポーツモードになってるんですが、一旦これをですね、ツーリングモードで、ツーリングモードはですね結構ジェントルです。でこの E-レ専用のマグネティックセレクティブコントロール、次世ダンパーついてるんですが、これもですね結構、ツーリングモードの時には柔らかめで、これがですねスポーツモードとかにすると、スポーツとかサーキットのモードにすると結構固めになります。でさらにですね足回りだけじゃなくって、いろんなセッティング変わってくるんで、本当に車の性格変わりますね。でここはですねあんまスピード出せないんですが、これでトロトロ走ってる時にあんまわからないんですが、軽くアクセルを踏んでハーフアクセルだったりとか加速のし始めの時にはフロントのモーター回っとるなという、前からちょっと引っ張られる感じはあります。でただですねステアリングまっすぐでフル加速している時にやっぱりリアのエンジンの存在感が強いんで、フロントのモーターはそこまで感じなくなるんですが、この中低速だったりとかステアリング切ってる時には結構このフロントのモーターの存在感感じますね。でちょっと一回こっちに入って、ちょっとですね今日めちゃめちゃ暑いんで、たまにカメラがオーバーヒートしちゃうんで、ちゃんとカメラが生きてるかどうかをここで確認します。でここセンターモニター、バックモニターとか、いろんなカメラになるんですが、
これですね、結構視認性いいですね。はい、一旦ここまで。よいしょ。はい、今ですね、ついでに給油をしたんですが、44リッターで、これは残りの走行可能距離か。ちょっと燃費は後でまた計算しておきます。で、下道走った後に、高速に入ります。首都高速大宮線です。およそ600メートル先合流します。はい、でこのコルベット E でワイドボディ全幅2メーター超えてます。でリアのフェンダーかなり張り出してるんで、今の高速の入り口ぐらいだったらなんてことはないんですが、結構狭いところ走るときには気を使いますね。でですね、ちょっと加速をしてみるんですが、合流でこれですね、加速の時のですね、瞬間的な瞬発力は多分歴代のコルベット随一だと思います。やっぱりですね、前のモーターが引っ張ってくれる分、後ろエンジンがですね本当に力を発揮する以前、その一番最初の部分をモーターがアシストしてくれるんで、この最初の瞬発力とんでもないです。でこのイレの発表会の時に、モーターを搭載したハイブリッドで EAWD、4駆ですね、コルベット初のハイブリッドで4駆、どんなもんなんだろうと思ってすごい興味があったんですが、まずこのモーターに関して言うとやっぱり予想通りというか、プリウスみたいな効率重視、燃費のため、燃料節約のためのモーターではなくて、言い方は違うかもしれないですが、ある意味その下級機の代わりというか、そのモーターが速く走るアシストをしてくれる、そのあくまでこのモーターはその速く走るためのモーターっていうのがやっぱり試乗して分かりましたね。でこの基本的にはオールホイールドライブ、常に4駆なんですが、このモーターがですね、その車の傾き、アクセル回路、ハンステアリングの角度だったりとか路面状況、いろんなところをモニタリングセンサーで感知して、もう最適な駆動配分、フロントとリアですね。でフロントのモーターが、介入するわけなんですが、その4駆は4駆なんですけど、なんでしょうね、そのあくまでミッドシップ、リア駆動、後輪駆動、ガソリンの後輪駆動がもちろん主役で、それをそのフロントのモーターが、補佐、フォロー、アシストしてくれる、そんなイメージですかね。でこれですね、今モードツーリングモードなんですが、これをスポーツモードにしてちょっと踏んでみると、ちょっとですねびっくりするような加速。昔ですね C6 の GR1 に初めて乗った時も暴力的な加速はちょっとびっくりしたもんなんですが、これモーターもうオンかオフか、もういきなし回転数とか関係なしにその力を発揮してくれるんで、もう一切タイムラグがないというか、当然ガソリンエンジンは回転数に応じてパワーが出るわけなんですが、これはですねそのガソリンのエンジンが力を発揮する以前をその0か100かのモーターがアシストしてくれてるんで、もう全くタイムラグがないというか、ちょっとびっくりするような加速
でこうやってですね、ある程度速度が乗ってまっすぐステアリングまっすぐで走ってる時にはそんなにフロントのモーターの存在は感じないんですが、ちょっと希薄になってるんですが、ちょっとですねステアリング切ってコーナー入ってみたりとか、あとそのアクセルを抜いた時とかところどころでやっぱモーターの存在感じますね。で多分このマイクだと拾えてないと思うんですが、これですね後ろのエンジンがうなり出す前に瞬間ヒューンって言ってモーターがやっぱり鳴くんですが、あれが独特ですね。でこれ注意しないともう簡単にとんでもない速度が出ちゃうんで、もう免許がいくらあっても足んないと、そんな感じですね。でまずそこモーターについてなんですが、あとですねこれスの C8 借りた時にはそんなに感じなかったんですが、ミッション通常のトルコンの AT とかじゃなくて、デュアルクラッチ8速の DCT なんですが、これがですねイレモーターのアシストが加わったことによってなんかよりマニュアルチックになったというか、その AT とか CVT みたいにシームレスに加速するんじゃなくってちゃんとこうギアチェンジしていきながら加速してる感があるというか、あとアクセルを抜いた時のエンブレのかかり方とかがですねちょっとマニュアルチックなんですよね。でこれスのコルベットの時にはただの C8 の時にはあまり感じなかったこの8速 DCT のこのフィーリング、これですね人によってはちょっとこう多少ギクシャクしてるみたいに思う人もいるかもしれないですけど、個人的にはこれちょっとマニュアルチックですごいいいですね。で速度に乗ってる感、そのなんでしょう、昔で言うとカムに乗ってるというか、そのこの C8 のいい例、エンジンは通常のコルベットと同じ LT2 6.2 リッターの V8OHV なんですが、これですねその大昔90年代後半から、20世紀後半から21世紀初頭にかけての C4 コルベットに、C4 の後期に搭載された LT1、 あれですね中速域3000から4000回転ぐらいがすごい気持ちのいいエンジンだったんですが、なんかですねこの LT2、 特にこの E 例の LT2 ってその中速域、低速から中速、この車でいうと2000から3000回転ぐらいのスピードに乗ってる時の感じがですね、なんかちょっと LT1、C4 の LT1 を思い起こさせますね。これスの C8 に乗った時には感じなかったんで、やっぱモーター、フロントのモーターが介入して、回生システムとか、そんないろんなものがついたことによって、このいい例独特のフィーリングが、形成されてるわけなんですが、これいい例ですね、通常の C8 と結構フィーリング違いますね。で普通モーター、ハイブリッドカーとかモーターとかいうとすごいハイテクで洗練されたイメージなんですが、このいい例ですね洗練っていう意味で言うと普通の C8 の方が洗練されてる感じで、このいい例の方が荒々しい感じがあります。でさっきも言ったようになんかモーターで下級してるみたいな、でこの DCT のフィーリングだったりとか、この加減速の時のですねそのちょっとマニュアルっぽさなんかもそうなんですが、あとタイヤがですねフロント275フロント275でリア345、これスの C8 フロント245リア305で、タイヤがすごく太く薄くなってるんで、そのちょっとわだちに捉えたりもするんですけどね、このタイヤの違いもあるのかもしれないですけど、なんか本当独特ですね。で弊社GO6 5.5 リッターのフラットプレーンの DOHC の2500万のやつはしっかり乗ってないんでちょっと比較しようがないんですが、これ通常のコルベット C8 と結構違いますね。で正直
最初2350万円っていう金額を聞いた時に、GO6 より安いんだ、モーターでさらに4駆、いろんなコルベット発があってもやっぱ GO6 の5.5 リッターはやっぱ特別なんだな、 GO6 より安いんだなと思ったのと同時に、いやいやスのコルベット、今1400万円台だと思うんですが、これ2350万円からですが、いや900万円以上高いのみたいな。900万円っていうと C7 時代の、車両本体価格、GS になる前の、価格とそんな変わらないんで、いやいやに通常の C8 に C7 さらにプラスの金額がすげえなとか思ったんですが、で実際それだけの金額差の性能差があるかと言われるとちょっとよく筆者には分かんないんですが、ただ、明らかに違うのは違いますし、でこれですね、ちょっと独特は独特でめっちゃ速いんだけど、この速さの感覚が今までのコルベットとはやっぱちょっと違うんで、なんでしょうね、すごい好きは個人的にすごい好きですけど、もちろん2350万で買える買えないはこっちに置いといてなんですが、これ買える人は本当にぜひ買ってみてほしいんですが、ただですね、これ初年度15台だったかな、もう数に限りのある車ですし、これ候補車1台きりしかないですし、当然ディーラーに試乗車があるわけじゃないんで、一般の方がスの C8、あるいは GO6 と乗り比べってのはできないんで、そこは難しいところではあるんですが、900万円以上金額が違うだけはあるかなとは思いますね。でこの通常の C8 との違いがその900万円分の価値があるかないかっていうのはもう個人の判断なんで何とも言えないんですが、個人的にスの C8 とこの E レイとどっちが好きかっていうと、僕はこれ好きですね。値段は別にして、やっぱモーターの加速、コルベットなのにフロントからちょっと引っ張られてる感があるこのフィーリング、独特ですし、であとですね、ちょっと今渋滞してるんであれなんですけど、昨日あたりですね結構乗り回した時に思ったのが、すごいいい感じでフロントのモーター、フロントにトランクション、ごめんなさい、フロントが駆動してくれるんで、なんていうか運転が上手くなったっていうとちょっと違うかもしれないんですが、普通の FR、C7 時代の FR で C8 のミッドシップ、いずれにしろ後輪駆動の車ってやっぱある程度速く走ろうと思うと、ブレーキングしてある程度フロントに荷重かけてとか、やっぱフロントの荷重とか気にしながら挙動、姿勢作ったりとかそういうのあると思うんですが、これですね結構普通にコーナーに入ってってもいい感じにフロントにのモーターが稼働して前輪が駆動してくれるんで、なんかですねコーナリングのスピードも通常の MR、FR よりも明らかに速いですし、なんか自分が運転上手くなったような錯覚がちょっとありますね。でこれ大昔32の GTR とか33の GTR が出た時に、当時出版社にいてそういった雑誌があったんで、自社雑誌のデモカーとかに乗った時にすげえなんか俺運転上手くなったとか、当時 S13 のシルビアとかその辺の普通の FR 乗ってたんで、GTR 乗るととんでもないスピードでコーナー曲がれたりしたんで、なんか自分が運転上手くなった気がしたんですが、ちょっとあれを思い起こさせますね。でこのフロントのモーターなんですが、このぐらい、ここで出るかな、今ですね、今エンジントルクになってるんですが、エンジンだけで走ってるんですが、ここのゲージ
アクセル踏むとシュッと瞬間的にこの、今ちょっと動きましたけどモーターで、出力してるのが分かるんですが、これですねこのパワーにするよりもこのトルクにした方が分かりやすいんですが、でノーマル、LT2502 馬力に、さらにこのモーターの方が、162馬力だったかな。で合算で664馬力、もちろんその合算のパワー自体もそうなんですが、この162馬力のこのモーター結構やっぱ効きますね。でそのモーターだけじゃなくて当然リアのエンジンありきのアシストのモーターですんで、ここにですね、1.9kWh のその、リチウムイオンバッテリーが入ってるんですが、これ通常のハイブリッドカーにしては結構大容量、それこそ、PHV とかそれに近いような、容量の大きいバッテリーが入ってるんですが、これ多分そのモーターフロントを効率よく稼働させるためにこのぐらいの、バッテリーがいったのかなと。決してステルスモードとかシャトルモードで長く走るためのバッテリーじゃないなっていうのはやっぱり分かりますね。でこうやってトロトロ走ってる時には分からないんですが、ちょっと踏めばですねこのモーターキュイーンって言って前からキュッと一瞬引っ張られる感じあって、これ独特ですね。で今ちょっと渋滞してるんですが、これ一昨日借りて結構ちょろちょろと、首都高外環、湾岸一般道走り回って、中には空いてる時間帯もあったんでそこそこ踏んだりもしたんですが、びっくりするぐらい速いです。で GO6 もちろん速い、まだ GR1 1000馬力超えの、GR1 が出れる今、前としては GO6 史上最強最速のコルベットは間違いないと思うんですが、やっぱりですね GO6 とかはドライバーにある程度スキルがないと、純粋なミッドシップですしサーキットとか速く走れないと思うんですが、これはですね多少、ドライバーのスキルが劣ってても結構車が補ってくれるというか、特別なスキルがない人が運転するんであれば、筆者みたいな人間が運転するんであれば、おそらくですね富士とか走ったら GO6 よりもこっちの方が速く走れると思います。最初にちょっと話した通り、ステルスモードとかシャトルモードだったりとか、このハイブリッドモーター搭載している車ならではのいい部分もあるんですが、これはですねやっぱこのハイブリッドカーで EAWD もう基本的には普通の人がイメージするハイブリッドモデルとはやっぱ全く違いますね。ホンダの NSX とかも近い部分はあるんですが、これまた独特で、リアエンジンで駆動してフロントモーターで駆動してとか、すごいシンプルなんですけど、普通はですねあんまり思いつかないですよね。で、さっき、途中で言いかけたやつなんですが、これですね、フロントのモーター、リアのエンジンでフロントアクセルとリアアクセルの、そのトルク配分を車が、いろんなセンサーでいろんな状況を感知して、最適な状況に、管理してくれてるわけなんですが、今の車って本当に賢いなっていう感じですね。でその資料によると、このアクセル回動、ステアリングの切れ角で路面状況で車の角度、いろんな、車の状態を車が、コンピューターが、検知、して、でそれに対応してフロントアクセルとリアアクセルのトルク配分を変えるっていうことらしいんですが、すごいなっていう感じですね。
はい、今ですねレーシングモードになってるんですが、これここ分かりますかね。中速域からぐっと踏み込んだ時に一瞬電気がモーターがぐっと動いてくれて、後ろから押すだけじゃなくてやっぱ前からも引っ張ってくれるんで、瞬間的な瞬発力ってやっぱこのいい例はすごいですね。あれ渋滞か。ちなみにC8 一番最初に書いた時にここのハザードのボタン分からなくてちょっと苦労しましたね。で今ちょっと混んでるんで、混んでる中で話せるところでいうと、このステアリング、この四角フラットボトムだけでなく上も下もフラットなこのステアリングなんですが、これですね上がフラットなだけにフロントウィンドウが見やすくていいです。でフロントウィンドウディスプレイがこのステアリングに邪魔されずに見えますんで、あとですね、こんな感じでやっぱり筆者なんかよくステアリング持ってるんですが、ちょうどここの角っこに手が置きやすいんで意外に使いやすいですね。で、まだやってないんですが、マニュアルモードにした時のこのパドル、これカーボンのパドルなんですが、これもですね手の感触もすごくいいですし、でやっぱりデュアルクラッチ DCT だけにこの反応もかなりいいですし、これはですね結構いいですね。でさっき燃費なんですが、ですね、リッター今ちょうど出てる6.4 キロぐらいでした。これ撮影で不必要にアクセル踏んだりとか、車ちょい移動させたりとか、あんまり燃費計測するにはいい状況で走ってたわけじゃないんですが、その割に燃費がいいのはやっぱりところどころでモーターを使って走ってるからだと思います。はい、やっとですね少し渋滞抜けました。ちょっと暗いけど撮れるかな。で今ですね、普通に巡航してるんですがスポーツモードです。で軽く踏むとですねこうやってモーターが、きちんとフロントアクセルに、トルクをかけてくれるんで、前からも引っ張るし後ろ、エンジンも押すしで、その四輪駆動で加速していくんですが、やっぱこの加速独特ですね。でパワー感っていう意味で言うと FR 時代の、GR1 だったり GO6 だったりとか下級機付きのモデル、ものすごい力で蹴っ飛ばされるような感じあったんですが、やっぱミッドシップだけに、重量配分、あとリアのトラクションがすごいいいんでパワーが逃げてる感じがないで、さらにこれの場合フロントのモーターも相まって本当に効率よく力を路面に、ごめんなさい、本当に効率よく、力が路面に伝わってるっていう感じありますね。でこのコーナーとかで踏んでっても全然怖くないんですよね。で以前いい例のお披露目の時に現役のプロのレーシングドライバーの方が、いや4駆だけど曲がりすぎるぐらい曲がる、すごいよく曲がりますって言ったけど、本当にコーナーリング性能は通常モデルよりもいいぐらいで、また別のドライバーの方、レーサーの方が、いやそれなりに大きい、ボディも大きいし重量もある車なんだけど、その大きさとか重量をあまり感じないっていうような風にコメントされたんですが、これですねいい例、車重1810キロ、通常のモデルに比べて130キロぐらい重たいんですが、確かにですね、多少重くなってる感じはあるんですが、やっぱりプラス162馬力、モーターのアシストがある分だけ重ったるさとかは全然ないです。で逆にですね、これジープの 4xe なんかでもそういうとこあるんですが、その重量がですねいい感じで安定感に、寄与してるというか、バッテリー
モーターとかバッテリーで重くはなってるんですが、それでさらに安定感が増した感じ。C8 になってミッドシップになってすごいトラクションかかるようになって、ボディ単に前後の重量配分っていうだけじゃなくて、その四輪の、トルク配分とかもFR 時代に比べると良くなったんですが、通常モデル以上にこのEレイはいい感じありますね。はい、もうちょっとしたらですね、高速を降りて、GM ジャパンさんの近く、洗車して給油して返却するんですが、今回ですね3日間借りて、300キロぐらい走らせて、いろいろと、取材させていただいたんですが、このEレイやっぱりですね、発表時、スペックだったりとか概要をリリースを見て描いた印象でやっぱだいぶ違いましたね。で、途中でもお話しした通りハイブリッドで EAWD、本当最新のハイテク洗練された、ハイテクカーを予想したんですが、実際乗ってみるとですね、スのコルベット以上に、コルベットらしいというか、間違いなくハイテク、前後、フロントアクスルリアアクスルのトルク配分をもう機械、車が最適に、調整してくれたりとか、もちろんモーターも、バッテリーももう現代のハイテクの塊なんですが、この操作フィール、モーターのアシストのあるこの操作フィールだったりとか、DCT もそうなんですが、なんかですね、マニュアル時代のコルベットのフィーリングもちょっと感じさせてくれるし、なんかやっぱ荒々しさもあって、これすごい面白い車ですね。で、GO6 が出て、でその後この Eレイ出て、で、GO6 の方がちょっと高いですし、実際サーキットとか走り出してあっちが速いと思うんですが、この Eレイどういう存在なんだろうと思って、ちょっと、疑問もあって、今結局 GR12025 年来年から1000馬力超えの下級付きの GR1 もラインオフしますし、このEレイの位置づけっていうのがいまいちよく分からなかったんですが、場合によっては GR1 がないんであれば、その、GO6 5.5 リッターの DOHC フラットプレーンにモーターをアシストさせて、で下級機の代わりにする、そういう進化の方向性もあるのかなとかも思ったんだけど、結局GR1 も、実際売りに出されますし、1000馬力超えですからね、とんでもなく速いと思いますし、とんでもなく高額だと思うんですが、この Eレイどういう立ち位置なんだろうなっていうのは、今も少し疑問はあるんですが、間違いなく楽しいし間違いなく速いですし、でなんでしょうね、一種のテスト車っていうんじゃないんですけど、とりあえずモーター乗っけてハイブリッドにして四駆にしていろいろと試してみましたみたいなところはあるのかもしれないんですけど、そういったテスト的な意味合いもあるんでしょうが、完成度自体は十分高いですしね。でこれお金に余裕のある人であれば本当にいいと思います。イージーに速く走ってますし、でやっぱステルスモード、ステルスモード、シャトルモード、実際問題として使えますしね。マンションの地下駐とかに止める人だってあんま関係ないかもしれないですが、戸建てに住んでる人間、この V8 エンジンかけた瞬間のバーンっていう音、やっぱり朝晩は気になりますからね、そこを気にしなくてもいいこのステルスモードっていうのは、すごいありがたいですし、仮にそれステルスモードとかシャトルモードおまけだったとしてもすごいいい機能ですしね。2350万、郊外の戸建ての家が買える金額ですからね、なかなか車に出すっていうのも大変かと思うんですが、お金に余裕のある人だったら本当にいいと思います。でこれイージーに速いですし楽しいですし、でそれなりに実用性もありますしね。
でこれですね、ちょっと C8 は最初デビューした時にちょこちょこと、候補者とかディーラーさんの試乗車とか、オーナーさんの車とか乗ったんですが、だいぶ間が空いてて久しぶりにこの E レイで C8 乗ったんですが、できればもう一回素の C8 借りて乗ってみて、でさらにもう一回この E レイ乗ってみたいですね。でその時にどういう風に感じるかで、今ですねまだ走行3300キロ弱なんですが、これ1台しかない後方車でなおかつピカピカ、全く飛び石とかの傷もない状態で、やっぱりすごい気使うんで気兼ねなく踏むことできないんで、もうしばらくして、多少なりともその、使った感が出てきてからもう一回借りたいですね。もうなんか今もう新品をちょっと曲がりさしてるみたいな感じでめっちゃ気使うんで、もう少し使用感出てからもう一回借りたいなっていうのが正直なところですね。でも何しろちょっと面白かったですね、この車は。でこのイレイ、アメ車ワールドの本誌の方でも腕のいいカメラマンの写真と、原稿でしっかり、解説してますんで、スペックなんかはそちらでもしっかり書いておきますんで、ぜひそちらも一緒にご一読ください。1km 道なりです。はい、ありがとうございました。